今日はニットブラシを使って簡単にニットを描いていきます。こちらのニットブラシを使って描いていきます。まずはニットの色を取ったら画像の上に新規レイヤー、ニットブラシを使って描きやすい角度に調整します。ブラシサイズは 12% ぐらいで始めようと思います。網目に沿ってざーっと、サイドは不揃いになりますが後で調整できるので大丈夫です。一旦画像を外すと網目に隙間が出ています。フリーハンドで隙間の間を囲って白矢印ワープをしてから少し隙間を埋めるように動かすと埋めることができます。こちらも隙間の間にフリーハンドで線を入れてワープで伸ばすような感じで隙間を埋めてください。この時に隙間に線を入れてから左端を全部覆うような感じで一回大きく囲ってからワープで隙間を埋めていきます。下のニットが不揃いになっているのでニットブラシで1本線を入れてから濡れてないところも足しておきます。次に編み棒を描いていきます。ニットの下に新規レイヤーを用意してこちらに編み棒を描いていきます。編み棒の色を取ったらスタジオペンでまずは編み棒のサイドのラインをスーッと入れていきます。そのまま剥がさずに長押しでキュッとまっすぐな線になります。サイドも同じようにまっすぐな線にしておきます。今度は先の方のとんがりを描きます。スーッと長押しして一回まっすぐな線にしてから上を塞いで色を落とし込んでおきます。次に編み棒の丸い部分を描きます。新規レイヤーを追加して長丸にしたらそのままにしてキュッとした丸にして色を落とし込んでおきます。編み棒はグループ化しておきます。名前は何でもいいのですがスティックっていう名前にしておきます。一度棒をグループ化したら見えやすいように少しずらして写真を見ながら描いていきます。棒をアルファロックかけたら白っぽい色にしておきます。ケツ岩ブラシを選んでかなり薄めの不透明度を下げておいてスーッと白っぽい色を入れていきます。そこに先ほどの編み棒の色をもう一度選んでサイラシンを使ってスーッと棒の筋を描きます。編み棒の先はぼかしツールでドライインクを選んだらザザーッとちょっとハイライトと溶かすような感じで色を作っていきます。編み棒の先が少し飛び出てたので消しゴムツールで消しました。今度は丸いところを選んでアルファロックをかけます。少し暗めの色にしてスプレーの太いノズルで若干不透明度は下げてから影の部分に少し暗めの色を落とし込んでおきます。今度は一旦編み棒の色にしてから少し明るい白っぽい色を選んでハイライトを作ります。以上で完成です。編み棒の丸は下にしてからフラット化にし1枚の画像にしておきます。画像の位置に戻しておきます。編み棒を複製して反対側の編み棒にします。白矢印上下反転で角度を変えて反対側の編み棒の角度に合わせます。今度は新規レイヤーを追加して編み棒の上のニットを描いていきます。先ほどのニットの色を選んだらクナーイを使っていきます。こちらで毛糸の感じを出していきます。一度最初に描いたニットを隠して画像のニットに沿ってザザーッと編み棒の上の毛糸を描いていきます。ブラシサイズは若干細めにして3往復ぐらいすると毛糸の感じが出てくると思います。こちら側の毛糸も描いておいてください。下の編み棒のニットが描けたら今度は上の編み棒のニットを描いていきます。新規レイヤーを追加して同じように描いていきます。
こで今描いた毛糸と編み棒をセットにしておきたいと思います。下側の編み棒と下側の毛糸をグループ化しておきます。名前はアンダーとしておきます。上の方もグループ化して名前はフロントとしておきます。次にニットの上に新規レイヤーを追加して毛糸の穂先を描いていきます。こちらもクナーイでざーっと1回描いてから、今画像を外すとこんな感じです。同じ場所をもう一度なぞるような感じにするとより毛糸らしくなります。画像を外してちょっと隙間があるところは簡単に埋めておきます。反対側も同じように毛糸のところをなぞっていきます。もう一度2回目も同じところをなぞっていきます。少し隙間があるところは簡単に埋めておきます。这一次我真的睡着了。画像を外して少し濡れていなかったところは足しておいてください。一旦すべてをグループ化しておきます。ニットの上にシャドウを入れていきます。キャンパス基準イメージを読み込む。先ほどの画像をこちらに配置して、今度はこちらの画像を見ながらシャドウの感じを見て描いていければと思います。ニットの色よりも若干暗めの色にしてシャドウを描いていきます。まずはこちらのニットからですが、念のため複製して取っておきます。アルファロックをかけたらクナーイを使っていきます。不透明度は下げておいて、写真を見ながらシャドウが入っているところにザザザーっとクナーイで軽くシャドウを入れていきます。少し角度をつけて斜めに線をザザーっと入れる感じの方がより毛糸らしくなります。写真を見ながらシャドウが濃く入っているところには多めにクナーイでシャドウをつけていきます。这一次我真的睡着了。編み棒の下あたりや上の方にもシャドウを加えていきます。次に編み棒の上の毛糸にもシャドウをつけていきます。こちらもアルファロックをかけて同じクナーイでシャドウをつけていきます。少し編み棒より毛糸の方が小さかったので均一で少し拡大しておきます。今度は下側の編み棒の毛糸にもアルファロックをかけてシャドウをつけていきます。編み棒の毛糸が少し横に出ていたのでワープで中の方に入れておきます。最後に毛糸の穂先にもアルファロックをかけてこちらもシャドウを入れていきます。ところどころにザザッと入れる感じです。次にニットの下の方にもシャドウを入れていきます。ニットの色を選んでから少し暗めの色を選択してチューブドノズルで細めにして不透明度を下げておきます。写真を見ながらシャドウを入れていきます。この時に見るとわかるのですが
こうシャドウが線から少しずれているんですけれども、その感情を出すとすごくシャドウっぽくなっていきます。線のすぐ下よりも若干ずれたところに影が入っているところはずらしてシャドウを入れていきます。編んだニットの部分はブラシサイズも太めにしてざーっとシャドウを入れていきます。編み棒の下側にもシャドウを入れていきます。こちらで最後の工程になります。写真を見るとわかるのですが、編み棒の先が下の方が出てるんですね。なのでアンダーレイヤーを上に持ってきて、先を上にして影を追加していきます。フロントレイヤー編み棒を選んだらチューブドノズルで上に来た編み棒の下の影を入れていきます。次に編んだニットのレイヤーを選んで、こちらにも影を追加していきます。今度はクナン上選んで編み棒の下あたりのニットに影をつけていきます。フロントレイヤー左側の編み棒の丸いところには、こちらには影ができているのでシャドウを加えて完成になります。最後に赤い葉を描きます。こちらはフリーハンドを使って葉の周りを囲みます。オイルパステルを選んだら、葉の赤い色を取ったら一旦画像は隠して葉っぱに今の赤い色を塗っていきます。今の赤い色から暗めの色にして葉にはアルファロックをかけます。葉の少し黒ずんだところを塗っていきます。ブラシを 6B に変えて葉の線をスーッと真ん中に入れます。 6B をちょっと太くして葉の周りの黒ずんだところにも少し色を入れておきます。次に新規レイヤーを追加して隣の葉っぱも描いていきます。同じようにフリーハンドで葉の周りを囲って2枚目の時には下の追加をプラス、そしてまたフリーハンドで囲っていきます。最後にプラスを押してから色を取って画像は一旦隠してから同じオイルパステルで色を塗っていきます。葉の模様が少しはみ出たところは消しゴムツールで消しておきます。葉にアルファロックをかけたら暗めの色を選んで黒ずんだところを塗っていきます。こちらの葉っぱには斑点模様があるのでスプラッターを使って斑点の模様を入れていきます。 6B のブラシで葉の真ん中に筋を入れます。こちらは黒っぽい色なのでそのままスーッと黒い筋を入れます。下の葉っぱはちょっと白っぽいので少し白めの色を選んでからスーッと真ん中に筋を入れます。茎を描いていきます。緑寄りの色にスライドさせて暗めの色にしたら画像は少し薄くして茎の新規レイヤーを追加して茎の上をなぞるように 6B で描いていきます。今の茎を下の葉と結合させて新規レイヤー、同じように上の葉っぱも描いていきます。葉を描き終えたら葉はすべて結合させて新規レイヤーを追加して葉の下にもシャドウを加えます。チューブとノズルのスプレーを選んだら葉の下にシャドウをボワーっと入れていきます。这一次我真的睡着了。
ちらで完成になります。いかがだったでしょうか。毛糸の色を変えても楽しいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。